今日は14日であったの。はい。江戸のお殿様も今日が最後のお務め。気苦労も多く、さぞかしお疲れのことでござりましょう。うん。ご勅使と申さば天子様のご名代だ。接待にいささかの粗相も許されん。今日一日無事に済めばよいがのう。おお、そうだ松之丞。そなたは皇室と一緒に鯛を釣ってきてくれんかの。鯛釣りならばこの松之丞一人で十分です。うん。何も皇室の力を借りずとも。これ松之丞、そのように大言相互するものではありません。鯛が触れずに針を取ってくりゃれと泣いたのはどこの誰やったやらの。あれはご先代の松之丞様でございました。それは昔のことです。もう子供ではありませぬ。うん。見事なやつを頼むぞ。浜焼きにしてな、江戸の殿にお送りするのじゃ。江戸の殿に？ならばこの松之丞、腕によりをかけて。うん。頼むぞ。この日、江戸で何事も起きなかったら、彼らは平凡に人生を全うしていたはずである。彼らの取った行動は英雄的であっても、一人一人は決して並外れた才能や勇気の持ち主ではなく、ごく普通の男たちではなかっただろうか。彼らに英雄の道を選ばせたものは何であったのか。これは赤穂の人々が283年前に作った男たちの神話である。話は半月ほど前に遡る。お待ちくだされ。話もろくに聞かず無礼でござろう。すまん。堀部殿。何事じゃ親父殿。これの一件よ。吉良殿への進物の件か。吉良殿が賄好きであることは我らとて存じてござる。
だが必要以上のことは決してするなと殿に固く申し付けられておる。必要以上と申されても、ご同役の伊達左京之助様との釣り合いもござろうが。伊達家がどのような進物をしたか、ご老体はご存知でござるのか。それとなく吉良家の歌人に探りを入れたところ、伊達家では加賀絹数貫に黄金100枚、さらに加納探幽の総服など。一体当家は何を持って行ったのだ。200両。鰹節を2本。鰹節？なんとバカにするにも程がある。人に教えを請うのに鰹節が2本と巻き絹が1巻とは。どういう気でござりましょうな、浅野は。わからぬか、この謎かけが。これが赤穂の武士道じゃと言いたいのよ。鰹節じゃと言うての。申し上げます。何事だ。ただいま伊達左京之助様がお立ち寄りになられ、お疲れでなくば一目ご機嫌を伺いたいと。おお、伊達公が。ささ構わぬ、お通し申せ。この度の京役、つつがなく務まりまするかどうか、左京之助心配で夜も眠れません。案ずることはござらぬ。神付の隙がついておればの。おそば衆の柳沢殿からも言われました。何事も吉良殿のご指示を仰げば間違いはないと。何とぞよしなに。先ほどのいくつになられてもそのお気持ちが大切でございます。年寄りの言うことを謙虚に聞く耳を持たねば良い藩主にはなれません。はい。昔から名君を気取る者に名君はおりませぬぞ。時に暗愚を装い家臣を上手に使うてこそ誠の名君と言えるもの。あまり咲いたけては家臣が迷惑をする。お分かりかの。弥平、言いたいことがあるなら申してみよ。は？とぼけずともよい。吉良殿への進物のことで意見をしに来たのであろう。まこと殿は鰹節を送れと申されましたのか。いや、そうは言わぬが必要以上のことをするなと申した。高家衆の筆頭たる吉良殿が殿中の儀式作法に精通しているお幸いに大名諸侯から莫大な金品を送られて私腹を肥やすなどもってのほかじゃ。そうそう吉良殿を敵のようにご覧にならず、まずは虚心坦懐にお会いなされてはいかがでござります。噂はあくまで噂。こちらの出方次第で人はどうにでも変わるもの。殿、そうなされませ。ご家来衆がそれで安心するなら。気が重いのう、吉良殿に会うのは。ご老体の趣味は何でございますか。趣味でござるか。
まあいろいろあって返答に困るが、まあ強いて言えば人でござるかの。人でござりまするか。書が骨董も随分集めましたが、この年になってみると人がやはり一番面白い。要領の良い御人、悪い御人、器用に世辞の言えるやつ、言えぬやつ、まこと人様々での。なるほど。さしずめそれがしなどは要領も悪ければ世辞も器用に言えぬ武骨な男ということに。その武骨をひけらかす御人が一番嫌いでの。戦国の時代ならばいざ知らず、太平の世に武骨はもう流行り申さぬ。これはしたり。武士の魂は流行り廃りではござりますまい。ところで浅野殿はこたびのご勅使接待の費用はいかほどに見積もっておいでじゃ。いや諸物価値上がりの昨今、定めし大変なお物入りでござろう。されば先日16年前の覚書をたどりましたるところ、前回は500両ほどでござりました。それから考えまするに、こたびはおそらく倍とはいかずとも700両ほどはかかろうかと。これは副分社の浅野殿とも思えぬ。ご勅使滞在中は金に糸目をつけず毎日進物をなさることじゃ。毎日贈り物をせよと。勅使供応役はまたの名をご馳走役と申しての。つまらぬお考えは捨ててせいぜいご馳走を奮発なさることじゃ。他に我らがお教えすることは何もござらぬ。ご馳走が寛容じゃ。ご馳走、ご馳走。勅使一行の宿泊所に使われる辰野口の伝奏屋敷は普段空き家である。したがって供応役を仰せ使った大名家では家財道具の一式を伝奏屋敷に運び込んで接待に当たる習わしになっていた。いや浅野殿は武骨者などと謙遜なされておるが、なかなか良いものをお持ちじゃの。あのようなものでよろしゅうございますか。ああ、結構でござるとも。社協殿、はい、分からぬことがあれば浅野殿に尋ねられるとよい。我らが口出しすることは何もござらん。はい。殿、これを吉良様に。吉良様、第1日目の献立はこのようなもので。またしてもそのような決まりきったことを。しかしながら念のために。精進料理に決まってござろうがの。精進料理。しばらくお言葉ながら精進料理とは解せません。16年前の当家の覚書によれば三の膳付きの3回料理となっておりまするが。ああ、さようでござったか。いや、それがしはまたのかような墨絵のついたてなどが飾ってあるので法事でもなさるのかと勘違いいたしおった。許されよ。申し訳ございません。これはそれがしの部長法。ならば早々に取り替えよ。
もう死ねませぬとお風邪を召されては。これは国元から寺井源慶殿が送ってよこしたお薬にござります。戸田はこれを飲みますと頭がすっとして目が覚めまする。薬は嫌いだ。元気のは苦くてかな。さようでござりまするか。そうじゃ、昼間参った大石殿の頼りの中に面白いものが入っておりました。戸田と二人で思わず腹を抱えて笑うてしまいました。殿もご覧遊ばせ。そち宛ての書状であろう。そのように仰せにならずお読みなされませ。本に大石殿はひょうきんなお方でござります。なんじゃこれは。昼あんどんでござります。昼あんどんのすすめ。蔵之介を昼あんどんにしたのは殿でございます。殿がお利口すぎまするゆえに家老は昼あんどんでも務まります。殿がもし昼あんどんならばこの蔵之介も少しはまともな家老になりましょう。さて頭痛にご用心。ご用心。蔵之介め、己の昼あんどんを世のせいにしよって。蔵之介は不思議な男よ。あの顔を見ていると妙に心が和むのじゃ。会いたいのう、蔵之介に。そうだ、今度のお役目を終えたらそなたも一緒に赤穂へ参ろう。お許しがいただけるのですか。老中方にお願いしてみるつもりだ。それが叶いますればどんなにか。そなたは以前から赤穂へ行ってみたいと申しておったの。はい、一度塩田というものを見たいと思っておりました。海の水から塩を取るところ。塩田は赤穂の宝じゃ。我が播州浅野家は53000石の商藩だから、領内に争い事もなく城下が平穏に暮らしていけるのも塩があるからじゃ。これだけはどこにも負けぬ。赤穂の塩には吉良様の三州の塩もかないませぬ。おお、そうとも。吉良殿がいかに権勢を誇ったところで塩では負けぬわ。殿、我慢のならぬこともあろうかとは存じまするが、300人のご家来衆のためにも何とぞ。分かっておる。世一人が我慢をすれば済むことじゃ。そちのためにもの。天皇のお使いを勅使、上皇のお使いを院使という。この年の正月、将軍家が吉良上野介を名代に参賀のため上洛させたその統例に使わされたもので、徳川家がその威勢を天下に示す毎年恒例の行事であった。お三方はお休みになられたか。ご機嫌麗しゅうご寝所にお入りなされました。さようか。お立ちになられるまで息がつけませんな。浅野殿は2度目ゆえ慣れておいででござりましょうが。いやいや、何度やっても同じこと。ほんの些細なことでも全ては将軍家のお名に関わることと思えばまこと気骨の折れることばかり。粗相はないか手抜かりはないかと。何事もお年寄りのお指図通りにするのが一番。さて、ならば我らはひとまず屋敷に戻って。まだ何かご用でも。ご休息所の畳替えができたかどうか気になります。何しろ200畳からの表替えですから。ご休息所の畳替え？明日の寛永寺の？ご勅使は芝増上寺の不幸院でございましたな。畳替えはもうお済みですか？いや、
弁護衛門聞いておるか。その儀なれば吉良様にお伺いを立てましたるところ、それには及ばぬとのご返事でござりましたよし。しかし伊達家では寛永寺宿坊の畳替えを。吉良殿がそのように申されたのならばこれにて。どういうことだ。一方には畳替えを命じておいて、殿、己上野め恥をかかす気か。伝吾、なんとかならんか。明日の昼までに。いや、昼では遅い。明日の朝までに。今となって200畳もの畳替えはとても。せめてあと半日早ければ。上野めお安兵衛殿。殿、できるかできるかやってみなければ分かりません。安兵衛、町方に多少の心当たりもございます。御下士を賜れば死に物狂いで。やってみてダメだったでは済まぬのじゃ安兵衛。明朝美濃国までに完全に仕上げねば直使はお迎えできん。殿、お気は強く。よい、もうよい。ダメならダメで余が恥をかけば済むことじゃ。何を申されます。我が殿に恥などかかされましょうや。命がけで明朝までに成し遂げようと仰せあれば、それに向かって一路突っ走るのみ。何とぞ恩義しろ。殿、成し遂げよう。何としても明朝までに。心得て候。はあ。昔なじみのやつさんがよ、俺たちみてえな吹けば飛ぶような男に頭下げて男と見込んでたむ。明日の朝までに2泊の畳替えをしてくれってよ。これがやらずにいられるか。いいか野郎ども、この仕事はな銭金じゃねえんだろ。世の中には1000両2000両積まれてもやりたくねえ仕事もありゃ、親の死に目に会えなくてもやらなきゃならねえ仕事はあるんだ。分かったか野郎ども。おい親方大丈夫か。なんだのべやつ、おめえ俺を疑ってんのか。分かった分かった。俺が悪かった。機嫌直してやってくれな。よし任せてけ。おい野郎ども。のう戸田、わらわが出向いたところで何の足しにもなるまいが、殿のお気持ちを思うといても立ってもいられぬ。わらわを不幸院へ連れて行ってたもれ。奥方様がこの夜更けにでござりまするか。決して邪魔にはならぬ。陰ながら皆の労をねぎらいたいのじゃ。のう連れて行ってたもれ。それは。そのまま仕事を続けてくれ。みんなあと100両だ。先が見えたぞ。皆の者頼むぞ。頑張ってくれよ。邪魔だな。奥方様。源吾へもわらわに構わず続けてくれあれ。はあ。できました。最後の一両ができました。よし。手出すんじゃねえぞ。手出すな。手出すなってんだ。手を出すんじゃねえ。
おいやつこれで文句あるか。マングロお得じゃのう。いやそのおだてんじゃねえ。ご老中ませ奥方様、この主従の強い絆があればこそお家は安泰にござりまする。本人の殿は良いご家来衆をお持ちじゃ。問題の3月14日は勅使下校の目的である朝廷よりのお言葉を将軍家に伝える勅諭宝刀日であり、勅使供応中最大の儀式になるはずであった。気分は奥の薬が効いたようじゃ。それはようござりました。ならば参ろうか。伊達殿が気をもんでおられよう。ごゆっくりとお静かに。もう大丈夫じゃ。祖師たちはここで待っていよう。待たれ。浅野殿はいずこへ急がれるな。まずは老中諸公にご挨拶をと思い。貴公のお役目は勅使方の出迎えではござらぬかの。それは分かっておりますが。ならばなぜこのようなところをうろうろなされるのじゃ。はよ参られよ。年若の伊達殿はとうに玄関に出迎えておられるわ。何を寝ぼけておられるやら。申し訳ござらん。さればお玄関の式台にてお迎えすべきや、それとも式台の下にござろうか。いずれにて。この後に及んで何を血迷うたことをすでに伊達殿にお教えしてござるわ。伊達殿にお決めさるがよかろう。我といたしましたることがつい取り乱し、面目次第も。浅野様、こちらでございましたか。慶昌院様のお言付けにて上様ご勅討の式が済み次第、その旨それがしにお知らせいただきと存じまする。心得申した。梶川殿。はは。その儀ならば上野之助承ってござる。お出迎えの作法を一つわきまえる浅野殿に慶昌院様の御用など務まるはずもござるまいて。吉良殿、それはあまりにお言葉が。知ったかぶりもほどほどにさっしゃい。田舎大名が。吉良殿、何をさっしゃる。話さっしゃい。おのれ上野之助。おお、腰の者に手をかけられたな。面白い。ここは殿中でござる。殿中でござるぞ。吉良様、もうそのあたりで。いかがなされた浅野殿。作法知らずの浅野殿もさすがに殿中の人情はどういうことかお分かりと見えまするな。
お身は切腹、お家は断絶。ささその覚悟が終わりなら、この上野之助を切ってごろうじろ。申し訳ございません。口ほどにもない。それが赤穂の武士道でござるか。鰹節じゃ。鰹節じゃ。鰹節道じゃ。おのれ。小塚之助、覚えたか。浅野様、覚えたか。電気でございますんだ。浅野様、お話しください。お話しください。我が武士の敵なれ、やむにやまれず、覚悟の人情でございます。お手合いのお城だったけど、お手合いのお城だったけど、お手合いのお城だったけど、お城だったけど、せめては武士の国、浅野川殿、木下様、木下様、二人のそのまで、乱心じゃ、乱心じゃ、浅野匠の神殿、乱心じゃ。武士の情けが分からぬか。武士が全てを投げ打っての逃げようでござるぞ。上下連中でござる。連中でござる。連中でござる。今一緒だね。あの乱心者が痛い痛い。申し訳ございません。場所柄もわきまえず5万3000石を潰す気か。痛い。申し上げます。ただいま松の廊下において返事失態いたしましてございます。申してみよう。されば本日の直使教王役浅野匠の神木吉良上野之助殿に対し人情をつかまつりましてございます。匠の神の処分はともかくといたしまして、差し当たって教王の後役をいずれに仰せつけられるべきや、またご勅討の儀式はいずれにて行うべきや、その儀お伺い立てまつります。後役は下総の戸田の殿神に申し付け、勅討の儀は黒書院に移して執り行う。かしこまりましてございます。不届き者め、今日という日を何度心得おる。何故の人情か厳重に取り調べよう。はっ、申しろ。はっ、その申しろ。早くしろ。早くしろ。すまねえ。すまねえ。喧嘩のお相手は浅野殿と吉良殿じゃ。その他の方々に別ではない。すまねえ。津田門殿、お聞きなされたか。我が殿は吉良殿と喧嘩を。お、玄関門殿、片方殿、どういうことなのじゃ。何や何やら一向わけがわからんが。大変なことになり申した。我が殿が殿中松の廊下において吉良殿に人情。なんでござる。我が殿が殿中にて人情。次郎だ、わしは藩邸に知らせる。お主何ぞござたらまでここを動くな。心得た。吉良殿に人情。それで殿は今いずこにおわしますのじゃ。その場から直ちに城内蘇鉄の間に閉じ込められ、勅討の儀が済み次第お目付衆の取り調べを受けるものと思われます。ということじゃ。こともあろうに殿中で人情を済まされるとは。殿のご処分はどうなるのじゃ。我が藩はこれはえらいことになり申した。泣き言を言うている場合ではありますまい。殿中での人情がどういうことか殿とてご存知のはず。それでもあえて人情に及んだからはよくよくのこと。源五右衛門、殿は吉良殿を討ち果たしたのであろうの。さあ、それは我らにも全くわかりませぬ。お坊主たちの話ではかなりの重傷の由にござりましたが。なんとか探り出せだてはないものか。
調べてたもれ。内村下とあっては殿とてご無念であろうの。はっ、直ち。おいたわしや。と。奥方様。上野之助、浅野殿に対して何の意思遺恨もござらん。あれは察するに乱心でござる。そちらになくとも浅野殿に遺恨があったのでは。バカバカしや。5万3000石を棒に振る恨みとはどのような恨みを言うのでござろうや。乱心じゃ。乱心というほかはござるまい。吉良殿、これはまたなんとしたことじゃ。眠うてかな。吉良上野介の傷は外科医栗崎道友が書き残した記録によれば、小さ刀を抜き打ちに眉間を切るも烏帽子の縁に当たりて止まる。吉良横うつむきになるところを二の太刀にて背を切るとある。さらに記録は続く。上野介殿舌と生あくび入れて元気弱く見ゆるは出血のためにあらず、空腹と疲労の重なりしためと思い、湯漬けを焼き塩にて食せばしとしを元気常のごとくに見えるなり。我ら断じて乱心ではござらぬ。これはあくまで異種遺恨をもっての喧嘩でござる。度重なる上野之助の嫌がらせ、人を人と思わぬ悪行雑言に耐えかね、武士の生き字をもって人情をつかまつり申した。断じて乱心ではござらぬ。しかし物は考えようでござるぞ浅野殿。乱心の上での人情とあらば、その罪家中一党までには及ぶまい。これがもし遺恨をもっての人情となれば、お身の切腹はもとよりお家断絶ということも。それも致し方ござるまい。それが真実でござれば。浅野殿、心して答えられよ。乱心か遺恨。目付殿、武士の意地にこだわる場合ではござらん。300人もの家臣を路頭に迷わすおつもりか。乱心でござろう。乱心でござろうが。浅野殿、お目付殿のお情け、心に染みて嬉しゅうござる。されど匠の神は武を尊ぶ一個の武士、これほどの大地を引き起こし乱心で逃げようとは思いません。あくまで遺恨でござる。その旨くれぐれもお間違いなきよう。匠の神の本日の所業、美は勅使教皇の役にありながら、私事の祝意をもって殿中を騒がし、天津さえ議席を汚し、公儀をはばからざる段不届き種目。その罪誠にもって容赦すべからず、よって上智没収、即刻切腹申しつけよう。事件は龍英奥深くに凍結されたまま、その後の匠の神の消息は家臣たちにも全く知らされていなかった。
浅野家の方々でござるか。いかにも。お目付け岡戸伝八郎様への伝言でござる。浅野公は田村右京太夫様お屋敷お預けの上、今夕切腹とお決まり申した。それまことでござるか。ただいま田村家の方々が浅野公のお身柄を引き取りに見えられたところでござる。早く平川前にお急ぎ召されよ。かたじけない。平川門、またの名を不条門と呼び、すべては罪人王僧の扱いであった。殿、片岡健吾右衛門でござる。磯貝十郎大門これにとんだもに使えませんござる。思い捨てないもんにござる。許せよ。殿、大高健吾にございまする。殿。右京太夫殿、あれは何事でござる。今日のお預け人は一国一城の主、ことに浅野本家は芸州広島37万石の大主にござりまするぞ。武士党のお仕置き仰せつけられたる御仁を庭先にての切腹とは無意無関の輩同然、部門の作法にあるまじき処置と存ずる。この儀いかに。それは大検使役の正田下総の守殿のお指図なれば。ならば即刻他に切腹の場を設けられよ。それに及ばぬ。なぜでござる。誰があのような無慈悲なことを。本日の大検使役はそれがしが受けたまわってござる。お主の指図は受けぬ。どうあっても匠の神は将軍家創業以来稀に見る大罪人。このままで結構。大目付殿、問答無用。いかがなされた。最後に一つだけお尋ねしたき儀がござる。吉良殿はいかが相なりましたか。ご存知ならばお教えくださらぬか。傷は致命傷には至らざりしも、何分高齢のことゆえ重体とのことでござる。かたじけない。ご覧なされ。今を盛りと咲き誇るよりも、桜はやはり散り際が美しい。おお、まこと。花は桜木、人は武士とやら。源吾右衛門、殿、よくぞ訪ねてまいった。ことは無念じゃ。今後のことは何事も蔵之助と図っての。今となりましてはただただお心をお静かに。さらば
こんなお裁きが許されてよいものか。己上野今に見ていよ。赤穂への第一報はすでにその日の昼、片岡源五右衛門がしたためて江戸を発している。使者茅野三平、速水藤左衛門の両名。江戸赤穂間155里620キロ。大石内蔵助が第一報を受け取ったのは18日の夜10時頃である。とすると普通の旅で15、16日の距離を昼夜兼行4日と11時間ばかりで赤穂に着いた計算になる。味付け門を開け。おお、早めに早め。何事？返事したいございます。まずはこれを。朝亮、明かりを持て。ご勅使柳原大納言様、高野中納言様、ご院士聖寛寺中納言様、14日白書院においてご出自お役人諸公残らずご途上の折から松のお廊下において吉良上野介殿に理不尽の吉良上野介殿に理不尽の過言をもって知職を与えられ、これにより君人情に及ぶ。人情に及ぶ。
翌朝第2砲がついた。弟君大学様は閉門を仰せつけられ、鉄砲図の上屋敷は即日召し上げ、ご正室の悪利様はお里方の浅野中住様のお屋敷へお移りになられてございます。なお我が君ご切腹と相前後して、ご親戚の大垣公が老中土屋相模の神様のお屋敷に召され、城明け渡しに関する何がしかのご沙汰があった模様にござります。おそらくは広島のご宗家も同じようなお達しが参っているものと思われます。浅野家同族一門に責任を取らせる魂胆か。いかにも詳細の聞いたおそばしゅうあたりの考えそうなことよ。その頃吉良上野之助を父に持つ米沢藩主上杉綱紀の江戸屋敷では、お邪魔をしてもよろしゅうございましょうや。色部か入るがよい。どうじゃ、何か分かったか。はい、これを。赤穂の国家老は大石と申すか。どのような男かの。塩は金土の噂ではシルアンドンとか。なんと国元を預かる筆頭家老がヒルアンドンでは案ずることもあるまい。いや、ただ気になることが一つございます。申してみよう。播州浅野家と申さば、兵法家の山がそこうとは因縁朝からの家柄、おそらく大石蔵之介なる人物、山賀流を学んでいると思わなければなりますまい。それでされば君子やってたけからずとやら、ヒルアンドンと申して油断をしておりますととんだことに。何？山賀流兵法のもとを正せば孫子の兵法。時こと風のごとく、静かなるごと林のごとく、かすむること火のごとく、動かざること山のごとし。父上を主君の敵とでも。それがしがかの立場ならば、このままでは済むまいと。大石蔵之介。さまざまな資料によれば、蔵之介はまことに暴陽たる人物であったらしい。剣を取れば東軍流免許の腕前ながら、およそ感情を激発させたことがなく、春風台頭、どちらかといえば趣味人の風貌さえ浮かんでくる。おそらくこれまでに藩士の中にさえ彼の本当の凄さを知る者は一人もいなかったに違いない。いや、あるいは彼自身さえも。父上。よいか。父が出てくるまで誰もここに近づけてはならん。よいな。この火事装束は千年殿は
江戸城の火消し役をお務めになられた折、それがしに下されたものでございましたな。江戸城でのお役務めは何かと気苦労が多い。そちたちの普段の苦労がようわかると。あの時は笑っておいででございました。まさかその殿がこのようなことになろうと。風さそう花よりもなお我はまた春の名残をいかに溶かせ。殿はこの蔵之介に何をせえと仰せでございましょうよ。仇を討てと仰せか、それとも播州浅野家の再興を一義に考えよと仰せか。今の蔵之介には何をなすべきか見当もつきません。殿、いささかご短慮でございましたが、殿は304名の家臣たちをどうなさるおつもりか。今の蔵之介は城代家老としてさながら大海原の真っ只中で法を失い舵を奪われた船長の心境にござる。殿、お教えくだされ。蔵之介はこの難破した赤穂丸をいずこの港につければよろしゅうございましょう。この蔵之介は昼安どんと人に噂されるほどの門人でございます。衆に優れた才覚もなく人並み以上の胆力もございません。教えてくだされ、殿。蔵之介は何をすべきか。304名の家臣とそれに倍する家族を抱え、蔵之介は何をすべきか。殿。
十代は旦那様はどうなされたのじゃ。ご正代がいかがなされた。ご正代が。それが。早く方々がお待ちでござる。ただいま。旦那様はそろそろお城に参りませぬと。はや皆様がお集まりでございます。旦那様は。父上、父上、父上。ご正代。皆様、大広間にてお待ちかねにござります。いやつい考え事をしておった。衣服を改めてすぐ参る。およそ半日、蔵之介は土蔵の中で何を考えていたのか。その顔からは日頃の恩和さが見事に消え失せているのが陸には不気味であった。これより3日間、城内大広間における大評定は揺れに揺れた。仇討ちを主張する者、籠城討ち死にを主張する者、城明け渡しを唱える者。議論が出尽くすまで蔵之介は終始無言であった。ご城代、ご城代のご意見をお聞かせくだされ。仇討ちか籠城討ち死にか。まさかご城代まで城明け渡しではござるまい。ご城代は城明け渡しに決まっておろうが、この徳川家盤石のように籠城討ちなど夢物あたりじゃ。まして仇討ちなどと。まことでござるか。議論も出尽くしたようでござれば、それがしの考えを申し上げる。まだ江戸の事情も詳しくわからぬゆえ、軽々しくは結論は出せぬが、あえてそれがしの考えを申すならば、何よりもまず浅野家の再興を願うのが臣下の取るべき道だと考えまする。浅野家の再興、そのようなことが可能でござるか。亡き殿のお恨みを考えますれば、仇討ちも籠城討ち死にももっともでござるが、弟君大学様がおわす以上、浅野家の再興がまず第一。ならば聞くが、どうやって再興を図るおつもりじゃ。無論生半可のことではお許しくださるまい。我らがご公儀に対してよくよくの決意を見せねば。だからその決意とやらどうやって見せるのじゃ。殉死でござる。なんと。一度
殉死をもってご公儀に嘆願つかまつる。殉死でござると？一同殉死？さよう、殉死でござる。バカな！何をとあげたことを聞こう正気か！お嫌ならば無理にとは申さん。この蔵之助と志を同じする方々だけでも。さよう。我らご城代のご意見に賛成でござる。命の惜しいものはされ！され！やがて各地から藩士たちが急を聞いてはせ戻る。京都留守居役の小野寺十内と小右衛門親子、江戸からは片岡源五右衛門と磯貝十郎左衛門が事情説明に駆けつける。片や藩札交換は夜を徹して行われ、今や赤穂は沸騰する釜さながらであった。そうか。最後に言ったのは無念と申されたか。ご城代、もう一度お考え直しくだされ。吉良殿を討って亡き殿のお恨みを晴らすことこそ武士の本義でござります。今後のことは何事も蔵之助と図れよと。殿の悔しさがお分かりになりましょう。ご決心ください。ご城代の一言で江戸詰めの者たちはいつでも吉良邸に討ち入る覚悟にござります。ご城代、お覚悟を。お主らお蕎麦役の憤りもわからんではないが、広く赤穂藩全体に目を向ければ人にはそれぞれ立場がある。仇討ちなど強要できるものではない。ここはやはりこの蔵之助に賛同する方々だけで殉死をしてお家再興を願うことだ。再興が認められなければ命にと同じではありませんか。それでも将軍家の心象を害すよりはよほど見込みがあるというもの。仇を討つということはご公儀の処置に公然と反旗を翻すことに何も参加。わからん。わかりません。我らそのお考えには合点が参りません。さてご一同、本日ご公儀目付宛てに嘆願書を送ったことはすでに申し上げた通りでござる。ついては蔵之助、いささか感ずるところあって先日の殉死の儀でござるが、しばらく先に延ばしてはいかがかと存じる。考えてみれば殉死を条件にお家再興を画策するはいささか小和談判に過ぎる。ここはやはり大野殿の申す通り、ご公儀に対してひたすら恭順の意を表し、城受け取りのご使者に嘆願することこそ筋というものではござるまいか。ならばご城代は城をむざむざ明け渡すと申されるか。いかにも。もし嘆願が取り上げられなかったらいかがなされる。その時こそ我ら一同腹かっさばいて。これはご城代の言葉とは終わりません。明け渡してからで遅い。我らが城に立てこもっておればこその駆け引きではござりませんか。そうだとも。我らに残された道は二つ。仇討ちか籠城しかない。そうだ。籠城だ。静まれよ。まずはご城代のお考えを聞こうではないか。籠城討ち死にとならば罪もない領民に迷惑がかかる。
無謀な戦いは断じて避けねばならん。ご公儀にお家再興を認めさすためには、まず我ら一同の心が一つに結ばれていることが肝要でござる。巡視の時期については、この大石を信じて任せていただきたい。命を捨てる覚悟にいささかの変わりもござらん。ならばご城代は我らと生死を共にするとお誓いくださるか。もとよりその覚悟。どうじゃな、ご一同。我らの命をご城代にお預けしては、100人が100人勝手なことを申しておっては、それがしのような凡夫は死に時を逸するばかり。ここは一つご城代にお任せして。さよう。ご城代、我らに良い死に場所を見つけてくだされ。頼みますぞ。命をお預けくださるか。お預けもご城代。かたじけのござる。ならば我ら一同生死を書いて盟約を誓い合おうと思うが、ご賛同くださるか。書きましょう。一味同心の誓いを。のうご一同。我らご城代のお考えに異論がござる。源吾右衛門、お家再興がそうやすやす可能とは思われぬ。犬死には真っ平じゃ。殉死するぐらいなら憎きキラと差し違えて死んだ方がましじゃ。失礼つくわずる。ごめん。源吾、鎌倉殿。ご城代、勘定方野党長介のせがれ右衛門七にござります。お願いの儀やって参上つかまつりました。右衛門七ではないか。どうしたのじゃ。橋本様からもお願いしてください。野党右衛門七、いまだ元服前の部屋住みの身なれど、病の父になり代わり皆様のお供をつかまつります。何とぞ何とぞお仲間に加えていただきとうございます。いかん。何度申したらわかんのじゃ。そなたがおらなんだら病気のテテ子や年老いた母子の面倒は誰が見る。いかん。帰れ。帰れませぬ。帰ったら父に命が惜しゅうて逃げ帰ったと叱られまする。お願いでござります。何とぞ皆様のお仲間にお加えください。右衛門七とやら、そなたは何歳に相なった。17歳になります。おお、我が家の松之丞より2つ年上か。はい、松之丞殿とは道場で同じでござります。相撲ではかないませぬが剣では負けませぬ。ご城代、若年ながらあっぱれな心がけ、この者を仲間にお加えくだされ。ご一同、右衛門七に遅れを取ってはなるまい。生死を書いてこの命ご城代にお預けいたそうではないか。お願いも。
とその時である。生死の束を握りしめて蔵之助がうめくように叫んだ。おのおの方の神手しかと見届けたり。今こそこの蔵之助、我が本心をお明かし申す。殿の形見のこの刃にかけて蔵之助のまことの存念は御敵吉良上野之助殿を打ち果たし、その道印を殿の御前に備えるにあり。江戸財布の同志はともかく、今この生死に署名をなされた61名の方々こそ一味同心、主家の再興に命を懸ける忠義の死とお見受けいたした。されこの生死の儀、たとえ親兄弟といえども必して他言無用、固く内密に。ご城代、よくぞ申された。我らその一言をお待ち申しておりました。これで良い死に場所が見つかった。ただしおい先短い老いぼれもござれば足腰の利くうちに頼みますぞ。なあ、源五右衛門、もう一度ご城代と話をてくれ。決してお主たちが考えているような人物ではない。この混乱の中では何が正しいか誰にもわからん。だが大事なことは我らが結束を乱してはならんという。誰だそこにいるのは。待て。小平太、毛利小平太ではないか。おそうなり申した。ただいま大坂より馳せ戻ってござる。なんで確かめもせずこの男を切った。土地の領主であったらどうする。どこの回し者だ。名を名乗れ。いずれどこぞの患者でござりましょう。このようなところでめったな話はできません。急がねば手遅れになるぞ。何事じゃこの様。浮き足だって何とする。城を明け渡すと決定してござれば。冗談ではない。そんなことをしたら元も子もなくなる。やめろ。ご城代はどこじゃ。大広間で。申し訳ない。高取峠には辰野藩城主脇坂淡路の神様の軍勢およそ500。さらに海上には近隣諸藩のものと思われまする軍船が30隻。捨ておけ。こちらから手を出さぬ限り何も起こらん。たとえ何があっても決して挑発に乗るなと各軍大役所にそう申し伝えよ。はは。ご城代、ご城代。これはおのおの方もわざわざ江戸から。城明け渡しなどもってのほかでござる。即刻おやめくだされ。これは家中一同は評議を重ねた末に決めたことだ。今さら
その話は聞けん。いいや、我ら江戸住藩士が総意をもって馳せ参じた以上、聞いていただかねばなりませぬ。今我らがなすべきことは、公儀に対してこの度の処分の過ちを認めさせねばなりません。そのためにはこの城に立てこもって我らが意地を見せねばなりません。ご城代、もう一度お考えくだされ。城を明け渡しとは元も子もござりませぬ。我らが死を覚悟で城にこもってこそ、公儀も我らの言に耳を傾けてくれましょう。それもご意見ではござろうが、身を捨ててお家に報いるのは必ずしも今日のみと限ったことではござるまい。一旦はこう引いても必ずや後日亡き殿のご恩に報いる時があろうかと存じる。そんな先の話など当てにならん。やるなら今だ。この蔵之助が信じられなければ致し方がない。どうあってもご本意くださらんか。ご城代、ダメだ、話にならん。大筒をどうするんだ。父上、その方の知ったことではないわ。帰れ帰れ。父上、まさか敵に大筒を。なんじゃその面は。これは私物じゃ。自分のものをどうしようと人の差し出受けんは。それ、大筒はどいだぜ。撃ったのか。こともあろうに敵に大筒を撃ったのか。それでも赤穂の侍か。邪魔をすると切るぞ。何？塩屋もんで？はい。面白い。ここで切り合いになればご城代とって矢でも籠城せねばなるまい。待ってください。早まってはならん。次の見殺しにするな。おっとり刀でいずこに参られる。次の重兵士が辰野橋に追われてござる。うろたえめさるな。ご城代、仲間を見殺しにせいと申されるか。公儀に手向かいたすか。なおなどね。赤穂藩城代家老大石蔵之助義太陣に帰って脇坂公に申し伝え、籠城か城明け渡しかいまだ我が胸中揺れてござる。そちらが望むならば直ちに城に立てこもって一戦交えるか、それとも明後日を待って無血入城を望まれるか、いずれを選ぶも勝手次第。
るのう、ヒルアンドン殿。これで我らの帰るべき城はなくなったのう。いや、これは新たな船出でござる。のうご一同。さよう、船出じゃ。帰るべき港を持たぬ赤穂丸の船出じゃ。ご城代、江戸へ帰る我らにせめてもの希望を与えてくだされ。仇討ち決行がいつか分からぬではこの身が持たぬ。来年の殿のご命日までには弟君大学様のご処分が正式に決まるであろう。さすれば来年3月14日によろしゅうござりますな。それでよろしゅうござりますな。決まった。これで江戸へ帰れんぞ。本物だ。ご城代は何を悩んでおられるのかな。君を海に例えたら怒るだろうか。深い謎のようだと言えば胸のうねりも俺のためだと苛立つだろうか。君の言葉に歌を聴き君の仕草に舞を見る。男はいつも憧れ気分抱き合う間も路頭に迷う多くの藩士とその家族たちにとって一時しのぎの分配金以外生活の保障はほとんどなかった。これより1年8ヶ月にわたる月日との戦いが始まる。それほどの器量人か大石という男。はい。広明私の見事さに脇坂公などは100人ぶちの客分として招くがどうかと申し入れて断られたとか。いかな鉄面皮でも己一人おいそれと仕官はできまい。非凡を装う凡人を恐るるに足りませぬが凡庸を装う男ほど恐ろしい。大石内蔵助なる人物、まず何を考えているのか腹のわからぬ男でございます。仇討ちの意志ありやなしや。そちが大石ならば何とする。当分は匠の神の弟大学をもって浅野家再興に尽力いたしましょうが、危険なのはその願いがついえた時。
浅野家最高の望みがあるうち、世間を騒がすような真似はせぬか。問題は仇討ちを急ぐ跳ね上がり者をどこまで抑えられるか。まずはこの渡りが大石の腕の見せどころでございましょう。油断はできぬの。路頭に迷う赤穂の浪人ども、暮らしに困れば士官目当てに何をするか分かったものではない。色部。はい。付け人を倍に増やせ。上杉家の名誉のためにも父を守らなければならぬ。殿が父君吉良上野之助殿の恩義を案ずることはお子として当然のことながら、米沢15万石の主としてのお立場もお忘れなく。何が言いたいのじゃ。それがしが大石なれば、お家最高の望みが絶たれ、いよいよ決起に追い込まれれば、上杉15万石と差し違えることぐらい考えかねません。望むところじゃ。何の赤穂の残党ごときが100や200集まったところでびくともするものではないわ。殿は匠の神と同じ鉄を組むおつもりか。何と申す。色部は上杉家の家老としてお家を守る責任がございます。吉良家と浅野家の争いに首を突っ込むつもりはもっとござらん。吉良上野之助は我が父ぞ。それがし大石と同じ立場になろうとは思いません。この儀ばかりは何たぞご容赦を。待て色部、待たぬか。やんさん、やんさん、ちょっと、おい。ありがとうございました。よ、やんさんよ、どうなってんだよ。もうじれったくてやってらんねえよ。何の話だ。ああ、水くせえな、本当に。いつになったらやるんだよ、キラの野郎。またその話か。人の顔さえ見りゃ。ぐずぐずしてるとな、キラの野郎逃げちまうぞ。どういうことだ。それ見る、顔色が変わったじゃねえか。そんな噂でもあるのか。実はよ、俺の仲間にな、吉良家出入りのデイグの棟梁がいてな、そいつの話じゃよ、江戸川赤穂の浪人がゴロゴロして物騒だってんでよ、近々上杉家引き取られてよ、米沢の方へな。今の話本当か。ってなるとね、だからよ、そんなことになったら仇討ちなんかできっこねえじゃねえか。やるんなら今のうちだよ。しっかりしろよ、のんべやつ、このグズやつ。ありがとうございました。あ、キラだ。キラの行列だ。ダメだよ、一人じゃ無茶だよ。見てろ、ちょっと顔を改めてくる。なんだって。やった。いずれのお方が存ぜるが急いでござれば、路上でのご挨拶はご容赦いただきたい。それがしはこの春、ご勅使教の代役をお務めいたしました下総さくら戸田家の留守居役、長江長左衛門と申す者にございます。
その節は異界お世話に相なりました。一言吉良様にご挨拶をと。お待ちなされ。下総桜の城主戸田能登守様のご家来がご挨拶を願うておりますのが。戸を開けよう。戸田殿には上野之助がよろしゅう申しておったとお伝えくだされ。恐れ入ってござります。ならばこれにて。出発じゃ。皆さん、皆さん。それがし吉良家の付け人清水一学と申す。戸田家のお留守居役長江長左衛門殿と申されたな。それがいつか堀内道場でお見かけしたような気がするが。お人違いでござろう。さようでござったか。いずれどこぞで一献。あれが清水一学か。この年9月、吉良邸は呉服橋御門内より本所松坂町に屋敷替えになっていた。ご城代から何か連絡が。相変わらずだ。大学様の処分が決まるまではあくまで腰を上げのおつもりらしい。図太いやらのんきなのやら信用できるんでしょうな。遅れれば遅れるほど暮らしに困って脱落する者が出てきます。今はとにかくご城代を信じて尻尾を待つしかなかろう。何をしてござるのか。その後山科に移り住んだ蔵之助は同志たちの焦りをよそに京の祇園島原伏見の下久町と日ごと夜ごとに遊興にふけっていた。こら、どこだ。よし、捕まえるぞ。ほら、どこだ。ほらどこだ。どこだ。あ、捕まえたぞ。誰かな。おう、これは、いや、お珍しや。
田島の母上様。いや、これは。このような場所へ無粋とは思いましたがの、こうでもせねばそなた様に会えませぬゆえ。あ、いや、これは恐縮千万。これ怖いお姑様のご従来や。さあ、はよおもてなしをせぬか、おもてなしを。それには及びませぬ、蔵之助殿。折り入ってそなた様に話がござれば。さようでございますか。すまんが、一度遠慮をしてくれんか。母上、まずはこれに。こたび田島から出てまいったのはの蔵之助殿。そなた様の了見次第では陸を実家へ連れてまいろうと思いましての。陸がなんぞ母上に泣き言でも申しましたか。聞けばそなた様は暴君のお恨みも忘れ、日ごと夜ごとの遊興三昧、同志の方々が血のにじむようなご苦労を重ねていられる時に、このありさまは何としたことじゃ、蔵之助殿。誰も彼も口を開けば仇討ちの暴君のお恨みのとにぎやかなことでござる。愚かしや仇討ちなどと。ましてや女房たる者、亭主の憂さ晴らしにいちいち目くじらを立てて里方に泣きつくようでは先が思いやられます。母上、ちょうどよい折でござる。陸を田島にお連れくださらんか。なんと、それは正気か、蔵之助殿。正気も正気。あのような定女面は見飽きてござる。蔵之助殿。溶けてほどけてね乱れ髪の告げのお主もさすが涙のハラハラ袖。梅雨のよすがの浮きつとめ。旦那様、陸は重荷ですか、足手まといですか。おそばにいては邪魔だと仰せなら、母の申す通り陸は子供たちを連れて豊岡へ参ります。母上、私は
豊岡へは参りませぬ。松之丞。いいえ、参りませぬ。松之丞は父上を信じております。この父上の兄弟は世間の目を欺くためのもの。非職に溺れるような父上ではございませぬ。もしこれが父上の本当のお姿であったら、松之丞は父上と差し違えて死にます。松之丞。父上はそのようなめめしいお方ではありませぬ。それを確かめるためにも松之丞は父上のおそばを離れるわけには参りませぬ。そうじゃの。松之丞はもう立派な武士じゃものの。今の話を聞いたら父上もさぞかし涙をこぼしてお喜びになる。母上は豊岡へお帰りください。父上は松之丞が見ます。その代わり奥や吉千代たちを頼みます。お聞きなされましたか。松之丞のあの大人びた言い草。子供だと思っておりますうちに、いつの間にやらあのように。陸はいつかこんな日が来ることを覚悟をしておりました。旦那様が土蔵にこもられたあの日から、あの時の旦那様の顔はまるで別人のように違うておりました。それまでの穏やかさが消え失せて、ぞっとするほど冷たいお顔に変わっておいででした。あの時旦那様は蔵の中に何かを捨ててこられたのでござりましょう。陸、今日からは今までの蔵之助と思う。別人じゃと思うてくれと。あなた様の目がそう申しておられました。もう泣きませぬ。泣けばまた松之丞に叱られましょう。明日は松之丞の申す通り豊岡へ帰ります。どうぞお心置きなく。
これでよいのだ。母や幼い者たちにどのような危害が及ぶかもしれん。これでよかったのだ。松之丞もそう思います。分かってくれるか。もう子供ではありません。そうであったの。せめて母上に松之丞の元服した姿は見せとうございました。ならば今日から力義兼を名乗るがよい。大石力とな。父上。人生まれて15を聖堂という。御身もいつしか聖堂に達したれば、これより武士の作法を教えよう。時に元禄15年春、吉良邸討ち入りはこれより9ヶ月後であった。抱き合う